今回はあさちゃんちさんの首関節のこのユニットを買ってみたんで、これを装着して装着前と装着後の違いっていうのを比べてみたいと思います。それではですね、このミクさんにこの首をセットしていくんですけども、これどういう構造をしてるかというと、これがまあ根っこの部分なんですけど、ここにトイスケルトンというですねフレームがついているのと、この先に少し太い鉄の軸ですね、これ外れるんですけどがついていて、こういう首の角度がつけられるっていう、そういうフレームですね。これでつけることによって、この今ですね、この標準だとこのぐらい曲がったり、ちょっとこの曲がっても戻ってしまったり、そういったところがもっとですねやりやすくなるっていう、そういうフレームであります。で他にもですね、このヘッドスリーブっていうもののついてないものもあるんですけど、今回は X ハートユニットっていう愛の可動のアイテムも買ってあるので、それはまあちょっと別動画なんですけど、それをつけたいんで、こちらのヘッドスリーブっていうものがついてるものを購入してあります。じゃあこれをですねつけていきたいと思います。じゃあまずですね、つけるにあたってミクさんを分解しなければいけません。でこのボディのところからこの体のフレームを取り出します。で非常にですねつけるのは簡単でして、このまずですね、ここのネジ、この2つのネジをまず取ります。このネジ回しはAmazon で結構激安で売ってるこういうフルセットみたいな1000円2000円ぐらいで買えるんですけど、これでやってます。でこれをですね、肩の部分を外すと、この首の根元にももう一個ネジがあるので、これを外します。これもすぐ外れます。そしたらこのネジを一旦抜きます。でこれ今度取らないといけないんですけど、これはですねちょっと折り曲げる要領でこうぐーっと力を入れてあげると、ここから外れました。もっとですねちゃんとした外し方あるかもしれないんですけど、ちょっとわからないのでそういう外し方しました。でこれをこのあさちゃんちのフレームをちょっとですね、あさちゃんちさんっていうと言いづらいので、ちょっと継承略っていうことであさちゃんちでいこうと思うんですけど、このフレームを今度上からグググッと力任せに入れると結構サクッと入ります。そしたらあとは元に戻す要領でネジを締めていきます。この首の部分は前後ろなさそうなので、それはいいですね、付け間違いがなくて。あとこの肩の部分ですね。さっきの軸の部分と肩の部分のネジの長さが違うので、それは間違えないように。あとですね、ここのネジをですねあんまり強く締めすぎると、この部分が動かなくなるので、ちょっと適度なですね硬さにした方がいいです。じゃあ反対側も同じように留めていきます。でまた肩があまりきつくないように、ここで確認をしておいた方がいいと思います。あまり硬いと回らないんですよね。はい、きました。
そしたらつけちゃいます。意外とこのベロみたいなのが邪魔して入りにくいんですよね。はい、こんな感じでつけられました。そしたら今度ですね、このスリーブをヘッドの中にセットしていくんですけども、今度はミクさんのヘッドの登場です。すぐ飛ぶ。私はミクさんの場合はこんな感じでドリームフィッターを入れてたんですけど、これをまず取り外して、まずこの下の部分ですね、こういうところのこの下から突っ込みます。でネジが回るくらいの太さでしたらこうやってサクッと入るんですけど、マニュアルを見てみると、穴を温めて首側から回転させねじ込みますって書いてありますね。だからあまりきつい場合はここの部分を温めてからやった方がいいようです。でこれを今度この飛び出たところに反対側のこれをセットして完了と。でまだ X ハートユニットはつけないのでこのままです。なのでこのままドリームフィッターをもう一回セットし直して愛を調整しますね。ドリームフィッターのいいところはこういうところでですね、ブルタックとか使ってないんでサクッと交換できるところはいいですよね。で以前この愛を動かしてるとこの愛の何て言うんですか、この愛がだんだんずれてっちゃうっていうのをこの上のスポンジで防止するっていうことで発見して、それからですねこのドリームフィットをよく使うようになりました。でこうやってヘッドを締めて、でですね私はですねこの周りにですねこういうマスキングテープをこの境目に貼ってます。ミクさんのヘッドですね、なんか特殊なのかこの下の方がちょっと径が太いので出っ張りになっちゃってるんですよね。でウィッグつけるときにこの出っ張りに引っかかってすごいウィッグがつけづらいので、こんな感じでマスキングテープを貼ってあげるとここの段差が少し緩くなるのでウィッグがつけやすくなります。じゃあつけてみます。でこの部分引っ張っていいところだと思ってるんですけど、これで引っ張るとサクッと、これでこんな感じでサクッとセットできるんですごくいいですよね。でちょっと調整、こんな感じで OK かな。じゃあこれでですねセットしていきます。よいしょ。はい、これで出来上がり。この部分ですね少しカットの加工を入れたので、この後カットのやり方っていうのもご紹介します。じゃまずですねここの縁ですね、縁を適当にカットします。こんな感じでちょうどこの段差の部分をカットするようなイメージで私はやっちゃいます。明確な基準っていうのはないと思うんですけど、要はこの部分を薄くするってことなんですかね、柔らかくするってことなんですかね。ちょっと意味合いがですね分かってないんですけど、はい、カットできました。これはソフビ盛りに使えるかもしれないので取っときます。あとこの背中側のこの部分ですね、どれぐらいかっていうのが微妙に分かりづらいんですけど、そうですね、どれぐらいカットしたかっていうのはこのボール
さんのこのロゴがあるので、それで比べてみたいと思います。これあんまりですね、首側切っちゃうと結構見えちゃうので、今結構適当ですけど V と K が削れるぐらいにグリッとやってみました。では次にですね、あさちゃんちのフレームと標準のフレームの首の動きの違いというのを比べてみたいと思います。DDS と DD ボディなんで正確にちょっと違うんですけど、参考になるかなと思うのでこれやります。首をこう曲げるんですけど、標準のものはですね、いまいちこう曲がりが悪いっていうか、曲がった後に戻っちゃう。だからこれが今限界かな。じゃああさちゃんちのフレームをセットしたものですとどれぐらい曲がるかっていうと、まず根元で1段階で、この首の付け根で2段階曲がるので、これ曲げすぎなんですけど、これぐらい曲がりますね。ちなみに曲げすぎちゃうとここがはっくり見えちゃうので、あんまりやりすぎ注意なんですけど、かなり曲がるんで、この首を傾けた表情っていうのが非常につけやすいかなと思います。じゃあ次に今度前ですね。前をこう下向いた時どれくらいかっていうと、標準はこのぐらいで、あさちゃんちのフレームだとどれくらいかっていうと、結構真下まで向くことができます。ちょっとまたですね、後ろこんなぐらい出ちゃってるんですけど、下向く表情を作るんでしたら、こうガクーンとこう絶望的な表情が出るんじゃないですかね。これでこんなに曲がります。今度最後に、反対側反り返ってみるとどれくらいかっていうと、やっぱりこれはソフビの硬さで戻っちゃうので、これが標準だと限界なんですけど、あさちゃんちですと、やっぱこの背中のここが硬いんですか、硬いっていうか、このソフビが引っかかってその反動で戻っちゃうので、これが限界な感じ。随分上向くようになっていると思います。それは首のこの根元をですね、少しカットしてるんでより曲がるようになってるんですけど、このぐらい曲げることができると思います。もっとですね、工夫次第ではできると思うんですけど、ちょっと今私買ってきたばっかりでこれぐらいしかちょっと思い浮かばないのでですね、こんな感じで違います。なのでこの首の表情一つとってもですね、かなりこのフレームを入れることによって表情が変わってくるので、私はこのあさちゃんのフレームとかですね、その他にもこういうフレーム出されてるディーラーさんいらっしゃるんですけど、そのフレームを入れた方がいいんじゃないかなと思います。社外フレームっていうんですか、標準のフレームじゃないデメリットが一つあるかなと思っていて、それはドルポさんに持ち込んだ時にこの社外のフレームがついてると撮影場所が借りられないとか、あとみんなで集まってドルポさんが企画するやつあるじゃないですか。ああいうので一緒に撮影できないっていうデメリットがあるそうなんですね。で、ある方がこの行った時にこの社外のフレームを入れてるから参加できなかったっていうこともありますし、私が、前コッコちゃんを作った時に撮影ドルポで撮影したんですね。その時にヘッドボディですよね、全部。あと
手もですね、手も車内で、フレームも車内じゃないと撮影できませんって言われたんで、これはもうドルポさんでは多分ルールなんだと思うので、この車外のフレームを使ってるとドルポさんで撮影できないっていうデメリットが一つあります。ただドルポさんで撮影するときはこの標準のフレームのボディを持っていけばいい話なので、2個持ってればいいんですけどね。それまで高いんで、フレームドルポさんによく撮影しに行かれる方は、このフレームを特化引っかえするか、ボディを複数持って特化引っかえするかっていう方が必要かと思います。今回は朝山地さんの首関節のフレームをご紹介いたしました。次回はですね、X ハートユニットを買ってあるので、そちらをつけてどんな感じなのかっていうのを調べてみたいと思います。はい、今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。またねー。